続きまして僕が3番目に欲しかったホマロメナです。これちょっとカップに入ってるんですけど、ペタホマって言われるホマロメナです。これもね、まあ変わり種ホマロメナの一つなんですけど、こういうぺったんこなんですよ。ぺったんこ。あ、来た。これそうか、ワイルドやからまだ発根してない。そりゃそうですよね。だから水苔の上に置いただけの状態なんで落ちちゃいました。このワイルドの色、発色すごい綺麗じゃないですか。もう緑の美しい。緑は一色じゃない。よくわかりますね。この明るい色と濃い緑の混ざり合った色、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これがワイルドやからこの色が出てるのか、本来の育成環境の中でもこの色が出るのかちょっとわからないですけど、すごい綺麗ですね。で、こういうぺったんこなんですよ。ほんまにペッタペタ。地面に張り付くように生えているホマロメナですね、これ。で、まあ、この種類って前からあったんですけど、長谷さん前にも採取されてるんですけど、まあ、改めて今回自然採取してきたホマロメナ。ホマロメナ SP スマトラブラッド。はい、ブラッドってどういう意味でしたっけ？ちょっと名前出します。ちなみに、このタグの見方なんですけど、ホマロメナっていうのが、まあ、属ですね。里芋科のホマロメナ属。その後に SP っていうのは、簡単に言うと、その中の何か。ホマロメナっていうのは確定してるんですけど、その中の何かはちょっとわからないよっていう意味です。で、スマトラで取れましたっていう意味です。ここにね、その後にこういう風にカッコして LA112203 って書いてあると思うんですけど、はい、ハンターによってこのコードっていうんですけど、コードの付け方はまあ若干違ったりはするんですけど、この長谷さんの場合 LA 便ですね。いわゆる LA 便って言われるやつです。次に11っていうのは11月のことです。11月に採集しましたよ。で22、これ2022年、年数ですね。2022年に採取しましたよっていうことです。で、この-03って書いてあるんですけど、これはこの2022年11月の3番目のカゴですよみたいな感じです。採取した3番目の枠ですよっていう意味です。何番目の枠っていうのは、それは長谷さんが決めてることであって、あんまりこれは、あんまり意味はないというか、僕らにとってはあんまり関係ないことなんですけど、このコードをちゃんとこのタグを取っておけば、このコードだけで検索したりすると、その時に採取した植物とかが検索で上がってくるので、このコードが意外と大事やったりするんですよ。だから僕は植物紹介する時もこのコード付きでSNS に上げたり紹介したりするわけなんですよ。なのでこのタグっていうのがとても重要で、簡単に言うと血統書みたいな感じです。はい、これがタグの見方です。バラットは西ですね。これこそ西か。西スマトラ州やったかな。これも州の名前やったかな、確か。これなんでこういうふうに広範囲の名前が付けられてるか、もっと詳しく書いてほしいとか思う方いらっしゃるかもしれないですけど、採取地のね、詳しい情報とか教えてほしいとか知りたいとかあると思うんですけど、これわざと広範囲にしてあるんですよっていうのが乱獲を防ぐためですね。はい、どうしてもねこれね長谷さんが取ってくるとみんな欲しいわけじゃないですか。現地の人もこれで金儲けできるって思っちゃうんですよ。なのでそこに取りに行って乱獲しちゃうんですよ。それをしてしまったのがブセファランドラです。ブセファランドラはもう乱獲されまくった、それで亡くなっちゃっていってるんですよ。それを防ぐためにそういう日本のハンターの人たちはあまり公開しないんですよ。そういう場所を詳しくっていうので、こういう広範囲の名前しかついてない、地名しかついてない。はい、このペタホはまあいいなーって思って、これはほんまにねパルダリウムでちょうどいい環境で、はい、ペタホマっていろいろあるんですよ。ペタホマにも他にもあるんで、ペタホマっていうのは総称みたいな感じで、ぺったんこのホマ、をペタホマって言ってるだけでいろんな種類がありますので、そういうペタホマばっかり集めてる人もいますね。